大量頼むぜ。頼むぜ。おい、しっかりやってね。あいつ。
ちのシャトルだ。よし、月経月へ木内だ。おっぱいくれとケイチで。今回は1万7000元は生きてえな。この目のインド洋じゃ1万5000もあげたからな。1万7000円あげりゃ船ごと白くん番したって母ちゃんの腰巻き船に帰るからな。おやおかしな方向へ向いたぞ。え？お、どこ行きだ？東へ向いたぞ。みんなにまだ言わなかったが、今度の漁は東沖でやらすかと思う。へえ、そいつは初耳だな。ほら、それも行くもんだとバカを持っとっただよな。おお、そうだそうだ。おい、こんなボロ船で凪の悪い東沖は無理だぞ。俺もたった今漁労長から聞いたっけ。漁労長の歓迎は南方の安いキャダを取るよりゃつった無理しても根のいい東沖のメバチ取った方がええと言うだな。東沖は何が悪くてしょんねえぞ。南へ行くだな。安い木旗でも一平詰めてから金になるぞ。船本の西山さんとも相談してきたんだ。この辺で一丁勝負してみて東沖でメバチをやろうじゃないか。どうだい局長。いやー、船のことは漁労長のお目に実験があるだな。じゃあミント上へ行かすか船長。ああ、局長が行くといいや文句はね。そうと決まったらさっぱりするだな。メバチ踏んづかまえてたんまり稼ぎだな。ご苦労さん、交代。局長、いい腕だな。始めてくれや。うん、目だろ。確かにおめえ違うねえこと。だからしょうがねえじゃん。キヨちゃん、キヨちゃん。会いたいわ、キヨちゃん。
温度は良さそうだな。潮の色も良さそうだし。やろうか。おい、縄やるぞ。魚食ってこいよ。おい、縄やるぞ。チキショー、またサメか。この小じきやらねえ。マグロの野郎、遠足でもしてやるのかな。続けてやろう。あきれてるぞ
船を回せ。何が悪いでな。こいつはサンゴ礁の巣引っ掛けたんだぞ。潮も早いからな。やりだやりだ、本音をもう探せ。4日三晩探して見つかんねえんだからもう諦めよ船元にも悪いし、みんなにすまんな。これじゃこの航海は借金だからな。う。縄はまだ半分は残ってるんだ。これでなんとかやるだ。あれっぱっかなじゃ仕込み代を稼ぐのがやっとこさだな。ここらでまごまごしとったんじゃそれもわからんな。凪のいい南へ行ってやるか。北へ行けば帰りが近いし、油代の節約にもなるし、時々漁もやるからな。オイルが少ねえから北で根のいい便長やらかすか。みんなもうへたわっとるぞ。これ以上凪の悪い北へ行けるもんか。南へ行きゃ確実に漁もあるしな。船元に運転したかね。いやこれからする。へくよくよすんな。ついてねえ漁だってあるだな。皆の衆にはオラが言ってやら。おい皆の衆聞いてくれや。縄はもう諦める。ここを打ち切って南へ行くだ。漁師は諦めは肝心だ。さっぱりするだな。南へ行って気を入れ替えてやるじゃ。どうだい、とっときのおめきぶっさらげて一杯やるか。行くよ。おいさん。大事にしろ。大事にしろよ。
からだ。こんなんあげりゃ一路やいつだぞ。おらのきよちゃん首っこ流して待ってるでな。ああ、きよちゃんか。ああ、あの子に会いて玉木ちゃん。2200、300貫もあげりゃどうやら仕込み代は出たな。ああ、ひでえ誤解だったな。これで船元には怒られ、こっちは借金が残るばっかだ。よ、飯できたぞ。おう。西から太陽が上がった。バカ野郎。お天道さんに力があってたまるけ。ピカじゃねえか。なんだろ飯食うか。光から音まで7分だったな。いや、8分だった。近づんだ。飛行機を警戒しろ。飛行機が来るかもしんねえぞ。仕事だ仕事だ。縄つかめ。音の速さは1秒間に1000フィートだから7分半として約75海里だ。船の位置は北緯11度53分、東経166度58分で。電話を打たないよ。キャッチされると困るからな。なんだ雪か。何用じゃ雪は踏めよ。わしのもんが降ってきやがったな。潮かもしんねえぞ。ああ、仕事だ仕事だ。早くやれ。なんだこりゃ。あいかもしんねえぞ。で、足跡がすくじゃ。なんだろう。
お前たちは何やってきたんだ。親方、話があるんだ。その顔はどうしたんだ。内容の土地になっちまった。なんだその顔は。それでだな、ちょっと話があるんだ。来てくれよ。みんな真っ黒じゃないか。いいからよ。ピカドンを見た？ピカチカチャってから1時間半ばっかすると白い灰が降ってきたんだ。みんなその灰かぶっちゃってこんな色になったんだ。なぜその無線で知らせなかったんだ。アメリカの軍艦にキャッチされてもしたら大変だからね。みんなの口には鍵かけちまったからスパイで踏んづかまるかもしんねえんだからね。みんな体大丈夫なのか？髪の毛が抜けたり水ぶくれができたりしただ。顔が真っ黒になったな。なんだかへんてこだな。一応共立病院行って健康診断してもらおうと思うだね。うん、早速行くだな。うん。あ、今日は日曜だぞ。当直の先生がおるだな。そうだ。電話。ぜひ見てくれってな。アメリカの秘密見たんだからな。スパイにされちゃ元も子もねえぞ。おはようございます。おはよう。あ、きよちゃん、スクリューが入ったよ。え、スクリューが？あ、ちょっと頼むわ。おかえりなさい。あら、どうしたの顔？今戻ったぞ。おかえり。いや、どうしただよその顔。父ちゃんとクロンポとどっちが黒い？お化けだねお父ちゃん。早く帰らなさいよ。こいつ洗っても落ちんよ。飯食って病院行くだね。随分黒くなったもんだね。水泡も出てるね。その妙な白い灰は何時間ぐらい降ったの4時間ぐらいだね。後で灰は洗ったの？みんなすぐ体洗っただね。うん。熱出た？そう。一時ひどく体がだるくなって食欲がなかったね。うん。それに吐き気がしたし、うん、髪の毛も抜けただね。うん。今はどうかね？元気ですが。そう。いや14日も経って元気なら大したことはないかもしれんが、まあとにかく一応血液取ってみよう。ああ、顔はやけどの症状だから鎮空塗ってあげなさい。はい。心配ないかね先生。うん。火の玉見たっていうし、灰が降ってきたのはね。言いにくいだがね、先生。ん？どうだね。東京の病院で見てもらってよ。まあ、いいだろう。東大の付属病院に紹介状書いてあげよう。放射能を浴びてるかもしれないしね。明日の朝でもひどいの2人行かせてみるといい。あ、
灰は持ってきたんだね。うん。ビニールに包んで少しばっか持って帰っただね。ああ、それはいい。それも一緒に持ってきていいね。お抹茶どうしただ。老人がうどんこ舐めてるような顔してるでねえか。よう親父一応やってくれや。やおかえり。同人がうどんこ舐めたとはうめえこと言いやがったな。おかずを持ってきてやったぜ。ピンピンしてな。ほら見て。行ってきます。行ってきます。具合はどうだ？これを先生に見せてくれ。事情をよく説明するんだな。教科書持ったか。はい。じゃあ行ってきます。じゃあ。増田さんに山崎さんですね。右の者は3月1日ビキニ水域に出漁中、乗組員23名とともに水素爆弾による原子雲を受け、原爆症を起こしたものと思われますが、よろしくご更新を願いますと書いてありますが。そうなんです。随分黒い顔してますね。あ、それからこれ持ってきただがね。さよなら。さよなら。ただいま。な慶三、今えらい話を聞いただよ。福龍がビキニとかどことかで火加減食らったんだと。え？誰が言ったの？今さっき藤川水産の総務さんが見えて話して言っただね。福龍の船長さんが海難報告書を書くのに藤川水産の人に相談に来たんだと。総務さん恐ろしい話をみんな聞いただね。母ちゃん、いつだそりゃ。3月1日とか言ってたね。3月1日？うん。俺その記事見たぜ。アメリカがビキニ干渉で水爆実験やったんだ。母ちゃん、早く2階の壁ちゃんに知らしてあげな。壁ちゃん今日は島田へ久子ちゃん殺しの記事取りに行っただね。はいはい。はい。おい壁、焼津から電話だね。おい。あ、もしもし、壁ですが。壁ちゃん大変だ。福龍が水爆を見たんだと。え？なんだって？おい、なんだい。親父が来た？弱ったな。
カメラ代みんな飲んじゃったからな。カメラじゃないよ。水爆。カメちゃん、ビッグニュースだ。他社のやつらまだ書き出していないな。電話電話、支局へ早く。早く早く。第五福竜丸が3月1日にビクニック鑑賞で。何？ビクニック？第五福竜丸が3月1日ビキニ鑑賞で水爆実験にあった。もう一度。第2砲すぐ入れろ。船主や乗組員を探せ。写真がいるぞ。写真だ。早く早く。頼むよさ。一体どこまで行くんだね。完璧だ完璧。あら早く早く早く。さあ早く早く。ちょっと待ってくれよ。こっちだこっちだ。息切れがしてどうもしょうがねえ。一体何を写すんだね。この福竜を写すんだ。なんだこんなボロ船写したってしょうがねえな。文句言わずにおっさん写したりすりゃいいんだよ。へえこの船をね。よいしょと。さあ早いとこ頼むぜ。そう慌てなさんな。よいしょ。さあさあおっさん急いで急いで。俺早くさ俺。さあ早く早く。おっさん何やってんだよ。甲板がねえんだよ甲板が。あったあった船あった。さあこれ。じゃあ壁ちゃん映すよ。いいね。ビキニ鑑賞で水爆実験に遭遇した焼津のマグロ船第五福竜丸乗組員の23名の漁夫たちはおそらく水爆の放射能を受けて原子病にかかっているものと思われます。俺んちの子じゃねえか。第五福竜丸といや確かに俺んちだな。おーいでっけえ記事で俺んちのことが出てるぜ。これ俺んちの船だ。なんだ。こりゃえれえことになりやがったぞ。第五福竜丸の方ですね。お願いしますよ。組合長どえらいことになりました。わしも今新聞を見て驚いた。マグロはどうした。昨日水揚げしました。衛生課長来てるからね衛生課長。あ、宮君。ただいま県の衛生部から電話で。なんと言って。衛生部長がすぐこちらに参られるそうで、乗組員たちを一箇所に集めておくように言ってきました。火の玉の大きさ。頼むよ。無線長どこだ。さあ知らねえな。船長どこだ。さあ知らねえぞ。市の対策は。出荷したマグロはどうします。マグロ汽車に乗ってたんですよ。疑惑の対策を聞かせてください。死の灰つけた乗組員どうします。いや対策にも何にもわしはまだ何にも知らないんだよ。父は病気で寝とるしな。押川県衛生部長と静大の藤川博士が来られました。そうだな。どれらいことになりましたよ。大変だね。静大放射科学研究室の藤川教授だ。
藤川です。どうも。いや、大宮です。連絡はどうも。いや、委員長です。どうも。どうぞ。この人たちです。白血球は多少減少している程度ですが。何ですかそれは。ガイガーカウンターです。放射能計数器です。おお。これはひどい。大変な放射能だ。危ないぞ。放射能やないぞ。みんなの体には多量の放射能があることが分かった。最大許容量を超えているものもいる。まず頭を刈って丸坊主になること、爪も切ること、持ち物や着物はみんな福竜丸に運んでいただきたい。課長、散髪屋が納涼前になって誰も来てくれません。じゃあ君たちでやりたまえ。3発ぐらいできんだ。はバリカンを買ってきたまえ。はい。先生、看護師さんガリガリなる機械でね、あたいの体調べてるの。ガリガリなる機械で調べてる。ママやっことねじまったの。私電子病院しちゃったのよ。貸してよ、私。キスしたのかどうかそれを聞いとるじゃ。したのか。どうじゃ。キスしたのか。ああ、した。先生、私も一つ。君は大丈夫だよ。あ、でも念のために。おい、ちょっと待ってくれ。あのな、先生の州はどこだ。おら福竜のマグロを食っただよ。どうなっただっけ。明日から北病床へ入院することになったよ。近所へマグロ切って配っちゃっただけが。しゃあねえやもう、こうなったら。何？頭を刈ったバリカンをどうする？バリカンなんか穴を掘って埋めなさい。おう、海上保安庁が福竜丸は危険区域外にいたと確認したぞ。ただいまの汽車で東大の総合調査団が到着されました。福竜丸を先に見て北描写へ行かれるそうです。うん。わざわざどうも。さあ、どうぞ。おい、東大病院の偉い人が来たぞ。
成分分かりました。それはこれから調べる。広島の原爆とどのくらい違いますか？この町じゃ2、3日したら患者は死ぬと言ってますが。治療の方針は立ちました。患者をアメリカへ連れて行くってのは本当ですか？患者の体内に放射能は入ってるんですか？広島や長崎の原爆患者の治療で経験は豊富だが、肺の問題が解決しないうちはこれまでの経験だけでは不十分なものだ。そのためには肺の正体を早く知りたい。アメリカ側から肺の中に含まれている物質の内容を人道的立場から早く知らせてほしい。肺の正体が分かると治療上どんな便利がありますか？放射能の性格がはっきりしてくれば、被害者の体にある放射能と比較して考えることができる。放射能の中にはすぐ消える物質もあるが、半減期が20数年という怖いのもある。正体がはっきりわからなければ治療対策が立たない。今伏流丸のわずかな肺から木下博士が分析しておられる。患者の治療対策に役立つようにできるだけ早く分析したい。科学分析によってこの肺にどういう元素が含まれているか分かるでしょう。東大調査団の係だね。大阪市立医大、京大物理学教室、東京の科研、厚生省、外務省、国家を総動員したような大騒ぎなのに、肝心の患者の治療方針はさっぱりわからないんだ。アメリカ大使が被害者の治療に協力したいと申し出たそうだが、どういうふうにあるかな。無警告で実験やってながら協力ってのは虫がいいな。保証の用意ありと言ってますな。当たり前だよ。てめえっちがやったんだ。新聞見るとアメリカの両院原子力委員会のコール委員長がスパイ行為の疑いもあるようなこと言っとるな。外務大臣の答弁もだらしがねえな。この程度のことは自由主義国家の防衛力強化という点から言えばやむを得ないだろうなんて言ってるんだ。海上保安庁長官ははっきり危険区域外だったと答弁したな。あれはほっとしたよ。しかし東大の南博士はずっと泊まり込んでよくやっていただきますな。あの胸骨戦士というのは見ていてもゾッとするな。こんなの胸へぶち込むんだ。患者の中にはね、検査ばっかりされてモルモットにされるんじゃないかって不安がってる人もいるだ。厚生省から隔離病床に連絡がありまして、明日広島の原爆障害調査委員会から所長と専門医が2人米軍飛行機で来られるそうです。患者の容体はどうですか？ How's the patient come along? There are 2 or 3 patients here who are in a more serious condition than the 2 at the Tokyo University Hospital. In cooperation with the Japanese doctors, I want to devote every effort possible to see that all of these men recover completely. 東大で入院中の2人より病状の悪化しているのが2、3人いる。今後とも日本の医学に協力して完全に治るようにしたい。患者の受けた爆発は水爆ですか？原爆ですか？ As a patient a victim of the atomic explosion or hydrogen bomb explosion? I don't know. This is being investigated by both the Tokyo and Shizuoka universities. So I believe that we'll find out soon. However, an expert is arriving from America in a few days, and then I believe this point will be cleared up. わからない。東大および静大で調べているからそのうちわかると思う。まもなくアメリカから専門家が来るのではっきりするだろう。
こんにちは。アメリカの原爆を作る委員会の偉い衆だとよ。見るばっかで何も言わねえだ。知事さんもおっしゃるように、ここにいては十分な治療もできない。家族と別れて東京へ行くのは寂しいかもしれないが、このままここにいて諸君に万一のことでもあっては申し訳ない。こちらへ東京から医者を呼んでやれという説もあったが、この問題は国家が解決すべき性質のものであって、文部省の東大病院と厚生省の東京第一病院が諸君の身柄を引き受けることになった。東京へ連れてってモルモット代わりにするんでねえか。そんなことはない。誰も諸君を研究材料にしてはいない。血を取るばっかでだんだん悪くなるばっかだ。血を取るのは皆さんの白血球を調べているんです。ストロンチウムいうのは何だね。ストロンチウムがオラたちの体に入っとるいうのは本当かね。ストロンが体に入ったらもう金輪際出ねえって言うとな、新聞が。先日ストロンチウム90が皆さんの体の中にあると発表されました。このことは私の口から直接皆さんに言いにくかったのですが、ストロンチウムというのは半減期が20数年もかかる恐ろしいものなんです。それがあの肺の中にあったのですから、皆さんの体の中に入って骨にくっつき造血細胞を侵しているかもしれないんです。ストロンチウム90を取り出すのはなかなか困難なんですが、それはこれから我々医者の努力で解決しなければならないんです。世界で初めての諸君は水爆の犠牲者なんだ。正直なところ研究しながら治療の対策を決めていくんだ。これから日本の医学科学が総力を挙げて諸君にぶつかっていく。東京行くのはええけど、オラたち残ったものはどうして食うだ。それは市で責任を持ちます。2年も3年もかかったらどうするだね。2年でも3年でも責任持つ。死んだらどうするだね。なあみんな、東京行ってくれ。明日アメリカの飛行機が菱様の飛行場へ迎えに来てくれるんだ。おらアメリカの州の世話なんぞなりたくはねえ。役さんたちをこうして何しただね。ひねくり回してるだけで何にも言わねえ。まずすまなかったと謝るべきでねえか。飛行機で行った方が体のためにもいい。行為は行為として受け取るべきだ。なあ。アメリカの飛行機へ乗っけてどっかへ連れてくんでねえか。私も一緒に乗っていく。心配はない。久保山さん、どうかね、言ってくれないかい。みんな早く東京行ってよくなろう。早く元の体になんなきゃ働けねえ。東京の州に任せたな。
諸君のことも残った家族たちのことも知事として私が責任を持ちます。賠償問題はどうなるかわからないけれども、国家が責任を持たなければ焼津が、静岡県が責任を持ちます。すぐ東京へ行って一日も早く良くなってください。生活のことは安心して言ってください。気をつけてな。花畑の手入れ頼むぞ。お父ちゃん早く帰ってね。体大事にしてね。主治医の熊谷です。今日はお疲れになったでしょう。これから友達付き合いをしていただいて治療に協力してください。辛いこともあるかもしれませんが、私たちもベストを尽くしてやります。あなた方もおっしゃりたいことは何でも言ってください。東大へ7人、第一病院のここへ16人来てくださったんですが、ここへ来ていただいた人にはみんな元気になって帰っていただきたいんです。お願いします。診察の目的は何でしょうか。 What is the purpose of your request to examine the patient? We want to examine the patients because we were asked to do so by the Japanese government. Also because a matter of compensation is involved. 日本政府が見てくれというからみたい。賠償とも関係がある。賠償と患者の病状とは関係ないはずですな。I think compensation has nothing to do with the condition of the patient. The fact is, in order to cooperate in the treatment of these men, we must examine them. 治療に協力するには病状を見せてもらわないとわからない。東大でも焼津でも見ていられるし、白血球の数を知りたいとおっしゃるから、全員のをタイプして渡してあります。You have already examined them at Tokyo University Hospital as well as Yaizu. If you desire to know the blood count, we have already given you the typewritten report. We wish to examine the patients here, principally to take a blood test. こちらで見たい、主に血液検査だ。時間はどのくらいですか？ How much time do you want? It will take 3 to 4 hours per patient. 一人3、4時間はかかる。それは困る。患者は今ひどく衰弱しているし、絶対安静にしてあります。私たちは必要な臨床検査も遠慮しているくらいです。That's impossible. The patient has serious state of weakness and they require absolute rest. We ourselves are refraining from examining the condition of the patient. If you do not wish to allow us to examine them, it is up to you. 見せないというのならそれでもいい。血液検査が必要なら、私たち臨床医が適当な時期を見て取ってあげましょう。If it is just a matter you wanting to take a blood test, our clinical doctors can do it for you at a time which is fit and proper. But we would like to take the tests ourselves. 自分たちで取りたい。
あなた方の方は何回も実験をやって、おそらく類似の経験もおありだろうから、その臨床経過を教えてほしい。You have probably conducted similar tests many times in the past. We desire you tell us the result of such clinical observation. I know nothing concerning such tests. そのことは何も知らない。原子爆弾に対して日本人は広島、長崎以来敏感になっています。今度の災害も全く無警告でやられた。しかも遺憾の意が何も表されていない。スパイ呼ばわりさえしている。まず患者を見舞われたらどうですか。Ever since the atomic explosion at Hiroshima and Nagasaki, the Japanese people have become very sensitive. These men have been hurt, and without warning. No expression of regret had it come from sight. In fact, these men have even been called spy. Perhaps you should inquire after their health for a change. If possible, I would like to do that. できるだけそうしたい。3月16日に東大附属病院から新聞で死の灰と呼ばれている伏龍丸に降りかかった灰の分析を頼まれました。灰に含まれた放射性元素の種類と量を知ることが患者の治療対策を立てる上に必要とされておりましたので、私どもは他の全ての仕事をひとまず捨ててこの仕事に取り掛かりました。その結果はお手元の表にありますように30いくつかの元素を検出したのでありますが、ウラン237を検出いたしましたことは誠に感慨深いものがあります。戦前私が西名先生の下で理研のサイクロトロンを使ってフィッションプロダクトの研究をいたしておりましたときに、ウラン238に速い中性子を当ててウラン237を出したことがありますが、今回図らずもビキニの灰の中から同じものに再開したわけであります。発見されたウラン237の元素はウランで囲んだウラン爆弾の構造の秘密を解く手がかりになるんじゃないでしょうか。さあ、私はただ検出したものを信ずるだけで他のことは何も言えません。アメリカのある新聞がローゼンバーグ夫妻を死刑にしてまで守ろうとした水爆の秘密を日本の学者が暴露したと書いてるんですが、どうなんでしょう。私はただ灰の中から元素をつかみ出しただけです。自信を持って言えるのはそれだけですね。とうとう伏龍も裸にされたね。みんなばらして大学の研究室へ持っていくだね。なんだか伏龍がかわいそうな気がするよ。こいつは物を言わんからね。家族のもんは元気でやってるかね。みんな亭主や息子を取られたんで、楽じゃないね。新聞に患者の生死がなくなっちまって
子供ができねえって出てたんで、役子さんたちもう結婚できねえってがっかりしていたね。精子は一旦なくなってもまたできてくるから大丈夫だよ。みんな大台になっちまっただね。白血球が低下してるし肝臓障害を起こしてんだからね。病状なんかいちいち気にかけない方がいいよ。ああ、分かっとる。俺たちの神様は先生だってな。みんなの病状はいちいち標本を作っては東大とも知らせ合ってるし、外務省を通じてアメリカ側へも知らせる。世界中の医者が見てるんだ。先生、テレビ会社の方がテレビを患者さんにと言って持ってらっしゃったんですけど。おお、久保山さん、いいものが来たね。おいみんな、テレビもらったぞ。昨日話があったんだ。東大の方へも同じものくださったんだ。おいみんな、いいものもらったよ。死の灰で世界の脚光を浴びたその後の焼津の表情です。ほらそっちの焼津でねえか。おお、でか。大市場だ。第五福竜丸が死の灰をかぶってから3ヶ月。雨は放射能を含んで降り、汚れた雨は町という町を、人という人を濡らしてしまいました。しかしようやく焼津は平静を取り戻したようです。原爆マグロと嫌われたマグロも今ではお魚屋さんの店先に生きのいい姿を見せております。一時は悲鳴を上げたお寿司屋さんも今ではもう心配なさそうです。市民の皆さんにその後のことをお尋ねしてみましょう。あ、ちょっとお嬢さん、焼津の人たちは大変だったですね。お気の毒だわ。だけど私、あんな方たちと結婚しようとは思いません。あ、畜生、顔覚えたぞ。この野郎。どこの甘っ子だ。心配すんな。おめっちの彼女は大丈夫だ。お父ちゃん、お祭りまでには帰れると思ったけどな。来年は一緒に見に行くだな。うん。幸子ちゃん、秋になって柿の実が売れる頃には帰るでな。畑の菊が咲く頃だな。うん。奥さん、どうもこう病院のベッドってやつは揺れねえもんで寝づらくってな。おらもだな。揺れねえと感じっこが出ねえ。ひっくり返るぐらい揺れねえと寝た気しねえでな。巻き寿司どうだね。どうも。巻き寿司どうだね。いいよ。そうか。巻き寿司どうだね。お、君ちゃん。はい。巻き寿司はどうだね。おしゃのはへってねえだでな。看護婦の衆どうだね。ありがとう。福竜の衆もだいぶ元気が出ただね。看護婦の衆のおかげだね。君ちゃんの衆のおかげだね。皆さん、群馬県の小学校の生徒さんたちがお見舞いに寄ってくださったのよ。海の帰りに寄ってくださったんだ。私たち山の中のもんですから、
千葉の生徒さんたちと公開秘書いたしましたの。今その帰りなんですが、お見舞いに寄らせていただきました。どうも。何もお土産はございませんが、海岸で生徒が書いた図画がありますので、お慰めになればと思いまして。はい、どうもありがとう。生徒たちは表で待っておりますの。まだ起きてるの？いけないね、早く寝ないと。癖になっただね。これをやらんと眠れねえ。先生、子供衆何人いるだね？一人だ。3つになったばかりだよ。おらんちんところあんだら、先生のところあんてやっからな。そいつは楽しみだな。早くそうなってもらいたいね。人のんちんを90なんて厄介なもんが体に入ってちゃどうしようもないね。まったくひでえもんだな。なに、体が回復してくれば追い出せるよ。ボロボロになっちまってだね、体が。福竜が明日東京へ開港されるだね。おお、福竜がね。あいつもみすぼらしくなっちまっただね。横断症状はみんな良くなってきたのに、どうして小山さんだけ回復しないんだ？年齢の差だろう。他はみんな若いからな。ひどいもんだよ。原爆なんかなきゃあんな合病に取りつかれなくて済んだんだからな。
我々臨床医は文句なしにあの人たちを助けなきゃいけないんだ。そうなんだよ。一人だってあの人たちを死なしちゃならないんだ。それは分かってるんだけど。どうしただね、皆の衆。とうとう来ただね、彼女が。原田のか。やっこさんカジキマグロみたいにコチンコチンになっちまってるだね。まあおかけください。やろう、のぼせちまって発見金が増えんじゃねえか。お父さんもとうとう時伏せちゃったの。あなたの治るのを待ってるわ。ありがとう。ありがとう。おい。今日は大変涼しくて南風が吹き込んでいるが、顔の色も昨日より良くなりました。この分では8月いっぱいで横断は良くなると思います。肝臓の痛みもなくなりました。元気も出てきましたし、今日半日は起きていたが大した疲れも出ないからもう少しと思います。うちのことは何分よろしく。しず様。分かった。それじゃあどうだい。変わらない。昏睡状態だ。おい、奥さんが子供と来たぞ。
急に悪くなったんですよ。どうぞ。久保山さん、奥さんですよ。お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん。お父ちゃん、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 お父ちゃん。手なんか切らしないよ。飛行機やってろ。畑の花誰も切んな。お父ちゃん。ギロー、なくしてちまえ。お父ちゃん、お父ちゃん。お父ちゃん。久保山さん。第五福竜丸の無線長久保山愛吉さんは依然危篤の状態で昏睡を続けております。ビキニ干渉で水爆実験の死の灰をかぶり放射能に倒れた久保山愛吉さんは昨夕以来心臓衰弱が目立ち治療陣の必死の努力に見守られながら危険な状態を続けております。頑張れ頑張れ久保山第八吉野丸。久保山頑張れ栄光丸。久保山死ぬな日の出丸。頑張れ久保山第三丸福丸。久保山さん、頑張りましょうね。南方に漁に行ってるあなたの仲間たちが頑張れ頑張れと言ってこんなに焼津の無線局に無電を打ってきてますよ。お父ちゃん、安江も美代子も幸子もいるよ。お父ちゃん、本家の兄さんとお母さんが来てくれましたよ。船本さんも一緒に。愛吉、それか。愛吉、死ぬでね。おっかさん、おら死なに。おらもういっぺん海行くだ。局長が物言ったぞ。おいおい
久保山さんが意識を回復したぞ。子供たちの学校がありますから出直してまいります。この分なら持ち直すかもしれません。いけない時にはすぐ知らせますから。頼みますわね。あ、俺が残って見てるで。帰っておくれ。やせ。幸子、おうちだよ。お母ちゃんご飯。ご飯にしようね。久保山さん。久保山さん、いますか。はい。ラジオ聞きましたか。いいえ、何か。今ラジオで久保山さんが危篤になられたと言ってました。みんな隣の部屋に来てくれ。久保山さん、頑張りましょうね。頑張りましょうね。局長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 。久保山さん、頑張りましょうね。電気に焼かれる。俺の体の下高圧線が通ってる。局長局長。ダメダメ。もしもし。ご臨終です。お父ちゃん、お父ちゃん。あれ、約束が違うんだよ。臨時ニュースを申し上げます。ただいま6時56分、第五福竜丸の無線長久保山愛吉さんは東京第一病院南病棟311号室で放射脳症により死去されました。日本国民8000万の祈願にもかかわらず、
世界最高の我が放射線医学の知能と治療にもかかわらず、去る3月1日、ビキニ海域で死の灰をかぶった久保山愛吉さんは、世界の人に見守られながら40年の生涯を閉じられたのであります。
焼いる焼いる焼いる久保山愛吉君、私は君がビキニの灰を浴びるまで君の名を知らなかった。また君の重体を聞いて国立第一病院に君を慰問するまで君の顔を知らなかった。しかし君が人間の断末魔に一刻一刻と近づいてくる死の強敵に直面して不当不屈勇ましい闘病三昧を続ける姿を見て、私は木内のごとき親しみを感じました。本日日本国民の注意、数千万の米国民、そして事実世界中の人々の注意がしばしこの漁港焼津の町に集中されるでしょう。私どもは決意を新たにして真の平和と自由とが栄える世界、このような悲劇が二度と起こる必要のない世界、生命の尊厳がすべてこの人に保障されるような世界を築き上げることを誓うものであります。